ブラジルはこういうプラスチックのペットボトルとか瓶、ワインとかビールとかの瓶、例えばこういうペンとか捨てるとき、紙ももちろん、もう全部一緒にプラスチックの袋に入れて捨てます。全部一緒に捨てます。ブラログ。Hola, tudo bem? はるみです。ブラジルに来てびっくりしたカルチャーショック。今日は生活編で4つ挙げたいと思います。最初に紹介したみたいに、ブラジルではゴミ捨てが、びっくりするんですよね。全部一緒くたにして捨てるんです。瓶も缶もプラスチックも紙も全部一緒です。分けない。もしかしたら地域によって分けるところとかもあるのかもしれないけど、とりあえず私の住んでいる地域とか私が知る限りでは分けない。たまに公共の場所とか学校とかで一応分かれてるゴミ箱がある時もあるんですけど、一回私それゴミを集めてる人何するのかなって見てたら、せっかく分かれてるやつをこう一個一個収集して、で最終的に全部一緒にしてるっていう光景を見たことがあるんですよ。じゃあ何のためにゴミ箱分けてるのっていう。あと電池も分けて捨てるようになってるんですけど、それも分かれてるのに最後には結局ゴミ箱に一緒にして捨てるっていうのも見たことあるし、本当にゴミのリサイクルに関しては今になってやっと日本はこうなんだよ、僕たちもやるべきだよねっていうなんかプレゼンテーションとかも私見たことあるんですけど、そういう話をしてる状況、そういうリサイクルとかに対してそういうことを言うと、プレゼンするとおおすごいみたいな、なんで画期的な考え方なんだみたいなそういう感じですね。とりあえず今の現状はとっても悪いです。トイレットペーパーなんですけど、これはブラジルに来たら気をつけなければいけません。ブラジルではトイレで使ったトイレットペーパーは便器に流してはいけません。もしかしたら場所によっては流しても OK なところもあるかもしれないけど、基本はダメです。っていうのは下水とかの排水管とかがちゃんとしてないのかな、システム上詰まってしまうので紙が。なのでトイレにはゴミ箱が置いてあるんです。なのでそのゴミ箱に紙を入れます。絶対に流してはいけません。たまに公共の場所とかだと張り紙で捨てないでくださいって書いてる時もありますが、これは必ず守るようにしましょう。水なんですけど、以前にもポルトガル語講座のビデオでこっちの水がどういうシステムなのかっていうのを紹介したことあるんですけど、こっちってお家とかの屋根の上に青いでっかいバケツがあって、そこに水を汲み上げて、そこのお水を生活用水として使うんです。なのでそのバケツのお水が空になると蛇口をひねっても水が出ないんです。と自動設定にもできるんですけど、手動のことも多くて、手動だと空になってきたなと思うとコンセントを入れて電気で上に水を汲み上げます。多分地下から水を汲み上げて、でそこのお水を使うことになります。で私最初これ知らなくって、最初こっちに来て間もなくしてブルーノの実家にお世話になってたんですけど、最初知らなくて、たまにこう夜トイレに起きた時とかたまに水が流れないことがあって、で蛇口ひねっても手も洗えないし、ってびっくりして、でそういうことが何回かあったんですけど、でも最初の頃だったし、ポルトガル語も上手にどう聞けばいいのかわからないし、トイレの水流れないんだけどっていうのも恥ずかしくてなかなか聞けなくて、なんで水が出ないのかで、何回かそういうことがあったから、これってもしかして時間で何時以降は水が出ないのかなとか、何曜日は水がないとか、そういうシステムになってんのかなとか、自分なりにいろいろ考えてみたんですけど、
結局、それが水を上に汲み上げるんだっていうのを知ったのは結構時間かかってからで、そんなの想像もしたことがなかったからわからなかったけど、それをすごくよく覚えてます。なのでシャワー浴びてて途中でお湯が止まっちゃったりとかもあって、でもそれもなんか言えなかったっていうか、最初はなんでなんだろうってすごく一人で悶々としてた時期がありました。シャワーの温度調節なんですけど、これもつまみが2つある時もあるんだけど、基本はつまみ1つかな。なんかお湯と水って分かれてるわけじゃなくて、つまみ1つしかなくて、じゃあどうやって温度調整すればいいのかっていうと、このひねる加減で温度を調整するんですよ。でもひねる加減で水の量も調整される。たくさん開けると水はたくさん出るけど、でも水がたくさん出る分温度は低くなるんですよ。だから例えば私は熱いお湯が好きなので、熱いお湯が欲しいって思うとちょっと開けるだけになるんですよね。でもちょっとなると水圧が弱いのでちょろってしたシャワーしか浴びれなくなる。でも今度水がたくさん欲しいと思っていっぱい開けると温度は低くなっちゃうので、そこが温度を取るか水の量を取るかどっちかを選択しなきゃいけないっていう感じ。それからこっちって日本みたくシャワーこうやって手で持ってこういうのはあんまりなんていうんだろう、普及してないっていうか、基本的にはそういうのも売ってるんだけど、基本装備してるのはもう上に固定されてるやつなので、あとそういうので一応上にねつまみがあって、そこで温度調整できるようにもなってるんですけど、冷たいとか熱いとかそこのひねりを調整したりとか、あとはこのつまみですね。そうで、こういう手で持つやつはこっちでは基本装備はしてないっていうことです。じゃあ今日はそんな感じでこっちに来てびっくりしたカルチャーショック生活編4つあげました。またこういう日常の些細な違和感、そういうのまたビデオにしていきます。じゃあね、今日はそんなところでバイバイ、チャオチャオ、ベージュ。